どうも西川です。こちら今日は私の部屋からお届けしています。普段はイラストレーターやデザイナーとして活動しながらデザインの専門学校で先生もやっています。あとは音楽関連で作詞作曲、最近だとアプリの BGM を作ったりしています。共通してものづくりが好きなので、自己紹介ではひとまとめにクリエイターと呼ばせていただいています。実は昔からシュプリームが特に好きで、部屋にもアイテムがいろいろあるんですが、今日はそんなシュプリームの懐かしいアイテムから新しめのアイテムまでクリエイター視点でまとめて紹介できればなと思って撮影しています。それではよろしくお願いします。早速ですが、こちらフラッグメントデザインとシュプリームのコラボのバイクチェーン、赤と黒を持ってます。これめちゃくちゃかっこよくて、でここにぶら下がってるのがロックですね。キーロック、スターロックっていう会社の、ダイヤル式の鍵になってますが、こんな感じで右と左とかにやって開けるタイプの鍵です。あとはこちらランヤードっていう、社員証とかイベントとかでぶら下げるとかっこいいなと思って買いました。イラストレーターとかイベントとかたまにあったりするんで、そういった時に出店する際にこういうのあると便利だなと思って、もともとはボトルオープナーがついていて、ボトルオープナーがこの観葉植物の下に隠れているドッグボールの中にいろいろありますが、こちらも後で紹介できればいいなと思ってます。これですね。こちらがもともとランヤードについていたボトルオープナーです。瓶タイプのね、飲み物とか開けるときにこうやってテコの原理で開けるやつですね。瓶とか硬くて開けれないんですけど、これがあると簡単に開けられるのでかなり便利です。普段はこんな感じで、ワンちゃんいるんで普通に餌やりとか水とかやるときにもドッグボール使ってますが、今はこんな感じで使ってます。あとはこちら、これめちゃくちゃいいです。象印の水筒なんですけど、これは結構冬場活躍してくれて、左右を夜中に満タンにこう入れとくんですけど、朝飲みたいなって思う時にあったかいのってなかなか待つのめんどくさいんですけど、朝起きるとまだあったかいんですよ。満タンに入れておくとその温かさがキープされていて、この象印さすがだなって思いました。この象印の水筒は多分このシュプリームじゃなければかなり安く買えるタイプのものではあるので、さすがだなっていう感じですね。このシュプリームっていうロゴが入っているだけでちょっと割高になってしまいますが、僕はこのロゴがもう本当に好きなのでこれ重宝してます。あとこっちはシュプリームのグラスに、シュプリームのグラスをペン立てとして使っちゃってますが、あとはこの定規ですね。ステンレススティールっていう感じで書いてますが、裏がコルクで、工業用の定規っていう感じですね。インチとかもあるので、線引いたりする時とか、こんな感じでペン立てに、これもノベルティのペンですね。こういったものがあります。ノベルティもね、シュプリームバカにならないのでかなりいいなっていう感じで、続いてこちらなんですが、これわかりますか？これ開けると、これ見てもピンとこないかもしれないですけど、これドミノですね。なんで買ったんだろうっていうかね、こんな感じでなってやるっていうのがドミノの遊び方ですけど、これいいのがこの箸置きとして使えるっていうのがいいなと思って、めちゃくちゃあるんで、お客さんが来た時とかにこのシュプリームの箸置きみたいな感じで使うと、多分素材が箸置きっぽい素材してるので、これ意外とおすすめです。箸置きとしておすすめですって感じで。あとはこっち側に付録のフリースのマフラーをちょっとつけちゃってます。今冬なんでちょっと暖かくなっていいなと思ってつけてます。普段このフリースのマフラー使い道なかったんですけど、一旦ここにかけてみたら割といいかもって思って、そのまんま密着してます。で後ろにこのヴィトンコラボのバンダナですね。バンダナも一時期使ってましたけど、今はテレビにそのままかけてあります。であとは、ギターとかもやってたりするんですけど、このミッキーがね、等身大というかかなりデカめのミッキーがお気に入りではありますが、でシュプリームのボードとか、あとこれですね、アッシュトレイ、灰皿ですけど、
普段は、紅茶とか飲んでるんで、その紅茶の置き場っていうか、ちょっとしたゴミ捨て場みたいになってますけど、普段タバコ吸わないんで小物入れとかになってます。こちらの板が赤と黒とカーミットの板がありますが、多分同じ時期ぐらいに出たはずなんで、2008年かな。カーミットが2008年の SS で、こっちの黒と赤の方が2008年の AW っていう感じです。あとはこちらのムック本とかは結構全部持ってて、このねムック本見るだけでシュプリームの歴史とか面白い話とかがあってかなり興味深いんで。で、あとはこちらがギャルソンコラボの財布ですね。ドット柄でシュプリームのロゴが反転しているっていうものです。赤もあって赤も持ってます。で、こちらが財布についてる、ちょっと外れそうですね、今気づいたけど、アルファロミオっていう車の鍵についてたりするんですけど、そのパロディ的な作品になってます。あとはこちら8ボール、シュプリームが8ボールっていうのはちょっと珍しいっちゃ珍しいんですけど、ステューシー感があるんでどうしても。で、あとはこちらが僕がデザインしたキャラクターになってます。こんな感じのねキャラクターデザインとかもやってたりしてます。アンダーカバーのシュプリームのコラボのダイナマイト柄のポーチになってますね。後ろにジップがついてて、こんな感じで幅が狭くてあんまり物が入んないんですけど、柄としては面白いんで、アンダーカバーのインラインで多分こういった柄いろいろあるんですけど、そういったプリントをシュプリームが採用してコラボしたアイテムになってます。で、あとはこちらがレオパード柄のポーチと、こちらナルゲンのボトルっていうものになっていて、透明な、水筒ですね。ほぼ水筒なんですけど、結構熱湯とか氷入れても全然大丈夫だよっていう風に歌ってる商品で、結構フットサルの時とか使ってましたね。これ正面に当たるとこう透明なんでランプ感を出してくれるので意外とかっこいいですね。使い方として今こんな感じになってますが、普段は水筒です。あとはこちらがバッティンググローブですね。バッティンググローブでフランクリンっていうバッティンググローブのメーカーだったかな。こちら最近割とまたコラボした商品があって、シュプリームのロゴが確かこっち側に来てるのが最近のもので、その前に出たものがこちらの止めるところにロゴが入ってるタイプになってます。これですね、レザーのキーホルダー、最近出たのが確かこっちかな。最近といってもこの2021年の SS で、こっちが2009年の AW に出たものです。で、2009年に出たものが2021年に出たんで懐かしいなと思ってやっぱ買っちゃいますよねっていう。ちょっと止めるところがね若干違うので、あと幅感ですね、面白いです。この懐かしいアイテムが出てくるのはつい手に取ってみたくなっちゃいます。カーミット買った時の思い出としてめっちゃ懐かしいんですけど、出たのが2008年とかなんですけど、僕が買ったのこれ結構その出てから時期経ってる、シュプリームの原宿で買った記憶があるんですけど、たまたまお店行ったらこれ売ってたんですよ。あんま聞いたことないような感じで、もう速攻買いましたね。黄色っていうのがあんま人気なかったのかわかんないですけど、いやめちゃくちゃラッキーと思って。で、続きまして、あとはムック本の付録についたレオパードのタオルとか、これも結構かっこいいですよね。確かこれかな、これの付録です。ボリューム5の付録で、このムック本の付録も結構めちゃくちゃいいのがあっておすすめですが、このレオパードのタオルも普段はベッドの枕にタオルをしていて寝ています。で、あとはこちらベッドの横にあるサイドテーブル的な感じで使ってますが、こちらがビーチタオルですね。この奇跡的にこの窓にぴったり収まっていて、まさかのサイズ感で急いで止めた記憶があります。こちらも灰皿ですね。灰皿なんですけど See you in hell って書いて地獄で会おうみたいな
意味になってますが、こちらは僕が前に働いてたバイト先で辞める時にいただいたものです。でこれもうぶっ壊れちゃって動かないんですけど、ランプですね。ここにつく予定だったんですけど、もう全然電池変えても動かないです。ナッツクラッカーですね。ここにくるみを入れて、後ろの棒で押してくるみを割って食べるというくるみ割り人形です。シュプリームのロゴが入ってるだけで、これなんで買ったんだろうっていうぐらいの勢いで買ってましたね。なんかの並びの時にディスプレイで見て、そのままこれもくださいっていう買った記憶があります。流れです、かなり。であとはこれめちゃくちゃお気に入りの靴です。ナイキ SB のブレザーですね。これも先ほどいただいた灰皿のセイウィンヒルの一緒の職場の辞める時にいただいたジッポです。今はそのまま飾ってある感じです。でこっちがエスプレッソカップで3つぐらい買ったかな。これ小物入れになってます。意外とね、この容量使いにくいんですよね。コーヒー飲むにしても他の飲み物飲むにしても。あとこれですね。こちらがエアコンにぶら下がっている飛行船ですね。この中にもいろいろありますが、フィラのヘッドバンドとか、これも結構夏使用してます。電車の中とかね、夏は冷房が効いているので、それを仰いで涼しくするためにバッグの中に入れたりしてます。でこれがサイコロですね。ダイスセットみたいな感じの名前だったような気がしますが、これも全然使う用途がないですが、結構インテリアとして。あとはトランプですね。これショップカードで結構こういうのが原宿とかにもあっていただいたりしてましたが、これも意外とこっちの方がトランプ要素って感じがありますが、かっこいいです。全然使う用途はありません。であとはこちらですね。こちらも時間があった時に紹介したいなと思ってます。ということで今回は以上になりますが、もしよろしければチャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。それでは西川でした。バイバイ。